なかったって。よかったよかった。じゃあ2個目読むね。子供の好きな神様。子供の好きな小さい神様がありました。いつも森の中で歌を歌ったり笛を吹いていたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでる村へ出てきて小さな子供たちと遊ぶのでした。けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので、子供たちにはちっともわかりませんでした。雪がどっさり降った次の日の朝、子供たちは真っ白な野原で遊んでいました。すると一人の子供が雪の上に顔を映そうよと言いました。そこで13人の子供たちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てました。そうすると子供たちの丸い顔は一列に並んで雪の上に映ったのでした。1、2、3、4と一人の子供が顔の跡を数えてみました。どうしたことでしょう。14ありました。子供は13人しかいないのに顔の跡が14あるわけがありません。きっといつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのです。そして神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に移したのに違いがありません。いたずら好きの子供たちは顔を見合わせながら目と目で神様を捕まえようよと相談しました。兵隊ごっこしよう。しようよしようよ。そうして一番強い子が大将になり、あとの12人が兵隊になって一列に並びました。気をつけ、マンゴーと大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時誰の姿も見えないのに12番目の子供の次で13といったものがありました。玉を転がすような良い声でした。その声を聞くと子供たちは、それ、そこだ、神様を捕まえろと言って12番目の子供の横を取り巻きました。神様は面食らいました。いたずらな子供のことだから捕まったらどんな目に遭うかもしれません。一人のせったかのっぽの子供の股下をくぐって神様は森へ逃げ帰りました。けれどあまり慌てていたので靴の片方を落としてきてしまいました。子供たちは雪の上からまだ暖かい小さな赤い靴を拾いました。神
神様はこんな小さい靴を履いてたんだねと言ってみんなで笑いました。そのことがあってから神様はもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子供が好きなものだから子供たちが森へ遊びに行くと森の奥から「おーいおーい」と呼びかけたりします。おしまい。